はい、これから45歳以上ミックスダブルス準決勝の解説を始めていきます。対戦相手はドイツペアです。準々決勝で第2シードのインドペアに勝って準決勝進出しています。それではゲームスタートです。まずは相手の女子選手からのサービス。はい、今日野さんよく取ってくれました。そして最後は女子選手のミスに救われました。はい、今サイドアウトになりましたが、今回このコートは画面に向かって右に少し風が流れているので、右側に打つショットを気をつけないとダメですね。はい、これもそうです。このショットも右に流れました。ラッキーでした。はい、今日野さんの唐突すぎるピン寄りのロングサーブに相手も反応できませんでしたね。このサーブがいつもいいところで出してくれてます。はい、今クロスロブが甘かったのと、相手男子が左利きだったんですね。なので打つ方向を間違えてますね。はい、とりあえず打てば決まりそうだったので、無理やりでも打ちに行ってます。右左ペアなんで、とりあえずセンター狙いで行ってます。はい、今前に落とすところ甘くなったので男子に決められてしまいました。ただミックスではね、男子は基本的に下がりたいので、男子の前に落とすのがセオリーですね。ナイス。はい、ナイス。お互いにね、ロビングを上げたくないのでテイク戦でしたが、日野さんが前でいいプレッシャーをかけてくれているので、うまく決まりました。はい、ピンサーブから前に落として上げさせてセンタースマッシュ、先ほどと同じパターンで決めてます。はい、相手は2人とも大きくて手も長いので、サービスが少しでも浮くとすぐに攻め込まれてしまいます。これはドンマイですね。はい、気持ち切り替えていきます。今攻める形は作ったんですけど、つなぎのミスでしたね。女子選手のプレッシャーを感じるとね、前に落とすのが難しくなります。これはラッキーです。相手のサーブミスで救われました。いやー、今ハーフに打ったんですが、女子に読まれてしまいましたね。ちょっとコースが甘かったです。はい、相手の甘いサービスをプッシュ。これでね、相手のショートサービスにプレッシャーかけれると思うので、いい流れです。今珍しく日野さんが後ろに下がりました。それでもね、しっかり前に入って落としてくれるので、ミックスとしてはめっちゃ助かってます。
はい、この画面の右側に打つコースは風で伸びるんですよね。本人忘れてたって言ってましたけど。今2人でちょっと迷ったんですが、どうにかカバーして相手のミスに助けられました。はい、これでインターバルです。相手はまだ緊張してくれてる感じなので、今のうちに点数取りたいですね。日野石さんがロビングを打っても恐れずどんどん前に入る度胸のある選手なんですね。女子がこれをするのは結構大変なんですけど、それでさらに前でもガンガン触っていくスタイルだったんですけど、相手のショットに対して自分が打つのか、見逃してパートナーに任せるのかっていうのを、そういう判断がね、試合経験を得てだいぶできるようになってきたので、我々と2人のこのミックスのスタイルがだいぶ確立してきたかなって感じです。はい、じゃあ11からスタートです。はい、今ノーロブから最後風で流れやすいコースをうまく狙って決めました。日野石さんコース狙うのどんどん上手くなってます。はい、相手に上げさせてセンタースマッシュ、今これがねノータッチで決まってるので、その間はね効いてる証拠だと思うので、どんどん狙っていきます。いや今いいコースに打てたんですが、バックアウトでした。もう少しね上にね浮かしていれば綺麗に入ってたと思うんですね。はい、今女子のサイドに打たれて決められました。女子をね動かすとか狙う、これがミックスのセオリーなのでしょうがないので次ですね。はい、今ナイスクロススマッシュでした。相手もって感じだったんじゃないんですかね。追い込まれてもね打てるのはねだいぶ心強いですね。はい、今相手の男子のスマッシュを前衛で止めましたね。これをやられると男子は嫌でしょう。でその後見せてくれてますから、これが日野さんの強みですね。今のはラッキーですね。甘くなったハーフ球をクロスに打たれるとこだったんですが、相手がミスをしてくれました。はい、相手が忘れた頃のピン寄りのロングサービスですね。相手も上げるしかできなかったので、この打つ度胸がすごいですね。はい、サーブミス。もうこれはしょうがないので次です、次。はい、今落として前に詰めているので、相手にプレッシャーをかけてミスを誘いました。ミックスはこのプレッシャーをかけるのが大事です。はい、今相手のネットインをまさかのクロスネットで決めるという神業。日野石さん乗ってますね。はい、今度はフォアのクロスで決めるという、やばいですね。
はい、相手の女子選手がプッシュから次前に落とすというミックスのセオリーでしたね。あれを打ってしまうとカウンターされる可能性があるので、今の落とすので正解だったんですね。ナイスショットでした。はい、今相手のバックに打ったつもりが左利きなのでカウンターされるというね、よくあることなんですけど、打つ前にちょっと確認した方がいいですね。はい、サーブレシーブが決まって1ゲーム目先取しました。シニアの場合、体力面から考えても1ゲーム目を取るか取られるかがとても大事なので、取れてよかったです。今回ベンチにいるのが私のダブルスのパートナーの福井と広島の白井くんなんですが、白井くんは日野石さんの応援のためだけに今回ね、韓国まで来てくれたそうです。なのでね、この大事な場面でベンチに入ってもらえてね、よかったなと思います。はい、それでは2ゲーム目スタートします。はい、今ネット前に落としたところ、すかさず相手の女子選手が前に詰めてプッシュしてきました。手首からちょっとでもね、下で打つのを見られて詰められてしまいますね。今のうまかったですね。はい、このコースは風で流れるので気をつけないとですね。日野石さんまた忘れてたって言ってましたけど、相手の高めを打って次を狙ったんですが、パワードライブでカウンターされてしまいました。これはね、効かないので、使わないようにしたいですね。はい、相手選手の空振りからミスが出ました。あれでね、全員当たってたら流れが一気に悪くなりそうだったので、危なかったですね。はい、相手の高めのプッシュをフォアグリップで、リバースしながら打ちました。これ男子ダブルスでもね、結構効いたんで、状況に応じては使いたいと思います。はい、サーブミス、流れが悪くならないようにしていきたいですね。はい、クロスにいいドライブ打てたんですが、風で少し流れてアウトになってしまいました。やっぱね、風を計算して打つのは難しいですね。はい、ナイス。はい、ラッキーです。今甘くなったショットミスから相手がね、ミスをして思わずキャーって叫んでましたね。声があれだけ出るというか、かなり緊張してるんだなと思いました。はい、今後ろを狙ったんですが、わずかにアウトでしたね。攻める姿勢は大事なんで、これはしょうがないです。はい、今ハーフ球を女子選手に打たせてクロスで決める、ミックスならではの、決め方でした。この女子がね、触るか触らないかの判断力が大事です。はい、今度は同じことをやられました。相手の身長もね、手も長いから、ハーフに打つ時の高さをうまくコントロールしないとダメですね。はい、日野石さんのナイスな攻めから前のオープンスペースに落として決めました。いい形で攻めれてます。
はい、今ラッキーなネットインから点数が取れました。この流れをね、掴んでいきたいところですね。はい、サービスが浮いたので決められてしまいました。相手選手もハーフに落とすのがうまいです。はい、サービスミス、これラッキーですね。やっぱネット前のプッシュのプレッシャーが効いてる感じがします。はい、これまたサービスが浮いてしまい決められる感じでしたね。お互い集中力が少し落ちてるんじゃないかなと思うんですが、この流れを変えたいところです。今ね、相手がうまく女子選手をサイドに振ってきました。焦った場面って結構強打してくることが多いので、男子がね、取りやすくなるんですけど、落ち着いて狙ってる感じですね。はい、今の相手の流れをね、断ち切るかのようなサービスレシーブを決めました。はい、今日野石さんがね、結構今苦しい体勢からね、うまく前に落としてくれたので、クロスに決めることができました。これで流れね、作っていきたいですね。いやとんでもなく浮いたサーブから決められてしまいました。流れ作りたいところなのに、もうね、疲れてくるとフォアサーブがね、安定 しなくなってるので、それがね、思い切り出てましたね。で、これでインターバルです。相手がだいぶこっちの、雰囲気とか球に慣れてきたのと、こっちの手の内がバレてきたので、思うように点数が取れてない感じかなという印象です。やはり余裕を持ってね、打たせないようにしていきたいところですね。男子選手が結構疲れているようなので、うまく動かしながらミスを誘っていきたいかなと思ってます。はい、インターバルからのゲーム再開です。はい、相手のサーブミス、やはりプレッシャーが効いているようなので、ここで相手の流れにしないのは大きいですね。はい、相手男子が取りにくくて女子の打ち返しにくい場所を狙って打ってますね。はい、ストレートにうまく打ったんですが、風で少し流れてサイドアウトしました。風下にね、打つのは狙いすぎないようにしないようにしたいところですね。はい。日野石さんのナイスバックハンドプッシュでしたね。相手もだいぶスマッシュ取るようになってきたので、ここでね、うまく変化をつけていきたいところです。はい、サービスのコース読まれてました。全く取れなかったですね。ちょっとうまく流れがつかめてない感じです。はい、相手の強いドライブが自分の方に来ると思ってなくて、ちょっと反応遅れてしまいました。はい、今男子についプッシュをね、打ってしまって、先ほど打たないって言ったのに、つい打ってしまってカウンターされたパターンですね。これはダメです。ちょっと流れ悪いですね。
はい、日野さんがうまくプッシュしてくれたので相手のミスを誘いました。ナイスショットですね。はい、今忘れた頃のピン寄りのロングサービスで流れを変えて今スマッシュで決めました。いい感じです。はい、OK。はい、これもロングからの流れで、今掴んでる感じですね。いい感じで点数が取れてます。で、ここでね、相手が思わずタイムブレイクしたんですけど、こういう時ね、日本人だとタオル取らせてくれないこと結構あるんですが、まあ、ヨーロッパ人にはどうやらね、優しい印象で勝手に思いました。まあ、出身もね、おそらくヨーロッパ人の方だと思うんですけど、なんかね、こう、日本人には結構厳しくタオルはダメですみたいな感じでやられるようなことが多かった印象です。はい、ここからまたゲーム再開です。はい、日野石さんが相手のカス当たりスマッシュにも慌てず対応して得点しました。男子選手結構足が疲れてるんだなと思います。またいい流れ来てます。はい、これ相手がね迷い始めてるので、このまま点数で追いつきたいところですね。日野石さんバックスマッシュからいい流れだったんですけど、まあ前衛でミスをしてしまいました。でも悪くないです。気持ち切り替えていきましょう。はい、相手のサーブが良くて思わず中途半端な球を出してしまい失点しました。これはダメですね。流れを悪くする要因になってます。はい、サーブレシーブミス、私の悪い流れがそのまま移っちゃってる感じですね。止めたいところです。はい、慌てずスマッシュから前に入って交代し相手のミスを誘いましたね。もうできるだけ相手に点数を取らせないように、もう終盤なんでね、いい流れ持っていくように頑張っていきます。はい、相手のね強引なバックハンドクロスドライブがわずかにアウトでした。日本人のシニアでねこんな球打ってこないんでね、ちょっとラッキーでしたね今のは。はい、日野石さんのナイスな前衛から相手のミスを誘いました。焦りとね疲れが見えてますね。これはチャンスです。はい、自分もピンサーブで相手のミスを誘いました。疲れてる時はねシャトルのコントロールが効かなくなってつい強くね打ちがちなんで、それで相手のミスをうまく誘いました。これで逆転してマッチポイントです。でも今自分のロングサーブ読まれてましたね。これでデュースです。
はい、私が前に詰めて決めに行ったんですが、抜けてしまってミス。攻めた結果なんでね、ちょっとこう、攻めなきゃいけない場面もあるんで、これはしょうがないと思ってます。はい、日野さんナイスレシーブ2本から相手のミス、これはラッキーです。はい、サービスが少し浮いてしまいました。緊張した場面なんでね、気持ちを落ち着かせて丁寧に打っていきたいところです。はい、日野さんのナイス配球から攻めることができました。これでまた同点です。はい、相手は前に突っ込んできたのに、これをまた日野さんの前衛からのカウンターで決まりました。これに相手も思わずキャーって叫んでましたね。いや、ナイスレシーブです。いや、これはね、ネット前のボンミスでしたね。緊張してますね。すぐに気持ち切り替えていきましょう。はい、少し甘くなったサービスを決めました。やはりプレッシャーが効いてますね。相手男子選手が結構今焦げてしまってるので、足に来てるんじゃないかなと思います。はい、今相手女子選手のプッシュね、クロス読んでたんですが、相手の男子選手もさらに読んでましたね。これは相手の方がうまかったです。はい、日野さんがしっかり決めてくれました。やっぱり前でね、しっかり決めてくれる女子はね、心強いです。はい、ここでロング打ったんですが、風の流れを完全に忘れてましたね。サーブ打つ前にちゃんと頭で整理しないとダメですね。はい、これはサービスプッシュからやや強引にですが前に詰めて決めました。この局面ではね、無理やり決める時もあります。はい、サービスが浮くとすぐにやられちゃいますね。あとタイミングもね、合わせられてるので、なかなかね、あと1本が取れないって感じです。はい、ここで私が痛恨のつなぎのミスです。この場面でね、このミスは流れ悪くなっちゃいそうなんですけど、もう一個抑えていきたいところです。はい、相手もこちらの攻めをレシーブでしのいできましたが、オープンスペースにね、クロスネットでギリギリに決めることができました。今ね、ネットインだったんでね、本当にギリギリでしたね。さあ、これで27オール。
い、ここで渾身のショートサーブで相手のミスを誘いました。いい場面でね、綺麗に入ってくれたんで、良かったです。もう1点いきたいところです。はい、日野石さんの前衛でね、ナイスタッチだったんですけど、ミスでした。攻めてる中でのミスはしょうがないです。攻める姿勢が大事ですね。よし。はい、日野石さんめっちゃ狙われてましたが、しっかり返して相手のミス。相手選手のまたキャーをいただきました。なんか緊迫感が伝わってきますね。とうとう29まで来たので、あと1点取った方が、あと1点取れば勝ちですね。はい、ピンサーブから、はい、今、女子選手がね、こう前に詰めるの早かったので、やられてしまいました。はい、とうとう29オール。人生公式戦でこれは初めてです。次の1本で勝負が決まります。最後は相手のスマッシュミス。これはめちゃくちゃラッキーでした。相手のサーブが良くてね、今中途半端なロブになって一瞬はやられたって思ったんですが、相手選手の足が限界だったようで、ミスをしてくれました。ファイナルにね、行かずに勝てたのは体力的にもすごく大きかったです。これで決勝進出となりました。ご視聴ありがとうございました。